こんにちは、あやはれです。今日は平日5日分のお弁当レシピを紹介します。私がお弁当を作る際に意識していることは3つ。まず1つ目に、主食は玄米ご飯を 100g 入れます。まとめて炊いて 100g ずつ冷凍保存しています。2つ目に、主菜は肉か魚か卵を使って目標 25g のタンパク質を摂るようにしています。3つ目に、副菜で食物繊維を摂るようにしています。特に食物繊維の摂取量は決めていませんが、簡単な副菜を2種類詰めて、あとは食物繊維を補いつつ満足感のあるコンビニのスープを足すことが多いです。タンパク質の摂取目標は現在の体重によってそれぞれ異なるため、自分のタンパク質摂取目標を知りたい方は別の動画で詳しくお話しているので、時間がある時にチェックしてみてください。お弁当箱は長尾というメーカーの曲げわっぱを使っています。暑い時期のお弁当は食材が傷みやすいので、オフィスなどにお弁当を持っていく場合は、まず食材をよく冷ましてから詰めること。温かいまま詰めると蒸気で水滴がついて細菌が繁殖しやすいそうです。2つ目に、食材はしっかり火を通すようにしてください。トマトやキュウリなど生で食べるものを入れる場合はしっかり水気を切ってください。3つ目に、抗菌効果のある食べ物を積極的に入れるのがおすすめです。例えばお弁当の仕切りに大葉を入れたり、ご飯に梅干しをのせたり、ご飯にお酢を混ぜるのも抗菌効果が期待できるそうです。あとはオフィスに着いたらすぐに冷蔵庫に入れるか、保冷剤などを入れて持っていくとより安心かなと思います。まずはケトルでたっぷり水を沸かしてください。玄米ご飯 100g を用意します。冷凍保存している場合は解凍してからボウルに入れてください。鮭1切れに熱湯をかけます。軽く水で洗い、水気を拭きます。アルミホイルにのせて魚焼きグリルで焼きます。きゅうりは輪切りします。塩小さじ1/2を振ってなじませたら一旦放置しておいてください。薄く油をひいたフライパンで薄焼き卵を作ります。ほうれん草1袋分を使って3食分の副菜を作ります。ほうれん草の根元は汚れの強い部分を切り落として切り込みを入れておきます。フライパンは軽く水洗いしてからお湯をたっぷり注いでください。火をつけて沸騰させます。ほうれん草は根元側から30秒、柔らかくなったら全体をお湯に浸して30秒から1分茹でてください。冷水にさらして 1,2 分放置します。水気をしっかり切ります。4センチ幅にカットします。保存容器に入れます。ほうれん草にマヨネーズ小さじ2、醤油小さじ1/2、白いりごま小さじ2、よく混ぜ合わせます。鮭が焼けたらほぐします。骨を取り除きながらほぐしたら玄米ご飯の入ったボウルに入れます。薄焼き卵は細長く切ってください。きゅうりをしっかり水切りしたらボウルに加えます。酢大さじ1、甜菜糖小さじ1、すし酢を持っている方はすし酢を大さじ1で OK です。
すべての食材が冷めたら弁当箱に盛り付けます。鮭ときゅうりの混ぜ寿司。空いた隙間にほうれん草のごまマヨ和え。すぐに冷蔵庫などに入れられない場合は保冷剤などを入れておいてください。玄米ご飯 100g を用意します。冷凍保存している場合は解凍してから粗熱を取っておいてください。鶏胸肉 150g を用意します。繊維を断つように切ると柔らかくなるので、繊維の方向を確認しながら一口サイズにカットします。鶏胸肉をボウルに入れて、粉チーズ大さじ1/2、乾燥バジル小さじ1/2、塩少々、よく混ぜ合わせます。片栗粉小さじ1を用意しておいてください。フライパンに大さじ2程度のオリーブオイルを入れて、片栗粉小さじ1を薄くまぶしながら揚げ焼きします。軽く焼き色がついたら完成です。粗熱を取ります。人参1/2本を千切りします。レンジ 600W で1分加熱します。水気が出た場合は切っておいてください。ごま油小さじ1、醤油小さじ1、顆粒和風だし小さじ1/2、白すりごま小さじ1、よく混ぜ合わせます。作り置きしておいたほうれん草のごまマヨ和えを用意します。すべての食材が冷めたら弁当箱に盛り付けます。すぐに冷蔵庫などに入れられない場合は保冷剤などを入れておいてください。玄米ご飯 100g を用意します。冷凍保存している場合は解凍してから粗熱を取っておいてください。豚ひき肉はパックのまま塩コショウ少々振ります。弁当箱に詰めやすい大きさに分割します。フライパンに豚ひき肉をそのまま乗せます。裏側にも軽く塩コショウして中火で焼いていきます。片面焼けたらひっくり返して蓋をして2分蒸し焼きします。一旦火を止めたらケチャップ小さじ2、酢小さじ1、甜菜糖小さじ1/2、軽く混ぜ合わせたら弱火でタレを豚ひき肉に絡めます。粗熱を取ります。すべての食材が冷めたら弁当箱に盛り付けます。
すぐに冷蔵庫などに入れられない場合は保冷剤などを入れておいてください。ケトルでたっぷり水を沸かします。玄米ご飯 100g を用意します。冷凍保存している場合は解凍してから粗熱を取っておいてください。マカジキは弁当箱に詰めやすい大きさに切り分けます。熱湯をかけます。軽く水で洗い、フライパンにのせて表面を焼いていきます。みりん小さじ1、醤油小さじ1、生姜チューブ3センチ。粗熱を取ります。梅干しは叩いておきます。オクラ5本を塩で板ずりします。硬い軸とガクの部分を切り落としたら茹でます。フライパンにケトルで沸かしたお湯をたっぷり注ぎます。オクラを入れて1分茹でます。冷水で冷やします。保存容器に叩いた梅干し、韓国海苔1つまみ約 2g 入れておきます。オクラは適当な大きさにカット。全体優しく混ぜ合わせます。人参1/2本を千切りします。レンジ 600W で1分加熱します。水気が出た場合は切っておいてください。ごま油小さじ1、醤油小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1/2、胡椒少々。よく混ぜ合わせます。卵1個を溶いて卵焼きを作ります。弁当箱に詰めやすい大きさにカットします。すべての食材が冷めたら弁当箱に盛り付けます。すぐに冷蔵庫などに入れられない場合は保冷剤などを入れておいてください。玄米ご飯を 100g 用意します。冷凍保存している場合は解凍してから粗熱を取っておきます。鶏胸肉 150g を用意し、一口サイズにカット。ボウルに入れます。酒小さじ1、塩コショウ少々。軽く混ぜてなじませます。片栗粉小さじ1を準備しておきます。フライパンに大さじ2程度のオリーブオイルを入れて片栗粉小さじ1を薄くまぶしながら揚げ焼きしていきます。一旦火を止めて鶏胸肉を取り出します。
油を拭いたら醤油小さじ1、蜂蜜小さじ1、粒マスタード小さじ1、軽く混ぜたら弱火で熱します。鶏胸肉を戻してタレに絡めます。粗熱を取ります。すべての食材が冷めたら弁当箱に盛り付けます。すぐに冷蔵庫などに入れられない場合は保冷剤などを入れておいてください。まだまだ暑い日が続くので、お弁当を作る際は食材が傷まないように対策して持っていくようにしてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。あやはれでした。